こんにちは。皆さん、推し活楽しんでますか？ういしきのりこちです。このチャンネルういしきではイラスト制作や推し活、オタ活など趣味をもっと楽しめる動画をアップしています。もし何か興味があることが被っていたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ポチッとしていただけたら後で見返すのにも便利ですよ。今回は先日投稿した動画、エプソンのミニプリンターを使った自作アイテムのご紹介第3弾です。2種類のプラ板をちょっと用意してみたので、半透明のものと不透明なホワイトのものでキーホルダーを作ろうと思います。思わぬトラップもあったので、それも共有しますね。この iPad 11インチよりも小さいミニプリンター。本体サイズはざっと測った感じでだいたい横幅25センチ、奥行き18センチ、高さ 8.5 センチでした。プリントサイズがカードサイズから英語まで。はがきサイズももちろん印刷できます。はがきサイズで印刷って年賀状とか暑中見舞いとかイラストのポストカード印刷ぐらいしか思いつかないな。他に楽しめるものもあったら活用してみたいっていう方もいらっしゃると思います。ということで今回の特集ははがきサイズプラ板作り。あわよくばキーホルダーにしちゃおうという企画です。皆さんは100均のセリアや Amazon などでインクジェットプリンター専用のはがきサイズプラ板が売ってることご存知でしょうか？セリアではハンドメイド系の売り場で自分が見つけました。今回はこれを使っていきますね。今回は1、プラ板の説明書を一緒に見てみる。2、印刷のやり方。3、トースターで加熱。4、レジンでコーティング。5、アクセサリーにしてみる。という流れで話していきますので、ぜひ最後まで動画を見てくださいね。今回使用したものは概要欄にありますので、気になる方は見てみてください。まずは、今回使用するプラ板の紹介をしていきます。以前100円ショップのセリアで見つけて購入しました。2024年8月時点の今も売っていることを確認しています。Amazon で同じものをまとめ買いもできるので、個人的に在庫を目に持っているアイテムの一つです。使用するイラストはこれ。こんなデザインにしてみました。ガラスドームの中に魔法使いの猫と植物を詰め込んでみた感じ。なかなか可愛く描けた気がします。猫と花については iPad 版のクリップスタジオで描きました。画像編集はデスクトップ版 Photoshop を使っています。プラ板デザインはぜひぜひ皆さんのアイデアで作りたいものを好きに作ってくださいね。このイラストはガラスっぽさを出したかったので、左右にちょっとだけ光の反射を意識した白いぼかしを入れました。あとは猫ちゃん単体のパーツも作ってみました。本日はこの画像をサンプルで使用していきます。プラ板の説明を共有しますね。これはインクジェットプリンター用プラ板となっています。半透明のフロストタイプと不透明のホワイトタイプの2種類出てます。この2つを今回使用してプラ板を作成していこうと思います。が、ここで判明したことが1点。思わぬプリンターとの相性です。私が先日購入したエプソンミニプリンター、型番が PF71 の場合、半透明フロストタイプはプラ板を紙として認識してくれませんでした。ホワイトのプラ板は問題なく休止されている表示になりますが、半透明は何度か差し込んだりして試したけれど休止してくださいの画面のまま。半透明で色がついてないからかな。昔持ってたキヤノンのプリンターではちゃんとプリントできていたので、このプリンターのみの特性かと思いますが、試すことは大事だなと思った次第。プラ板、ホワイトのものも多めに在庫を持っていてよかったです。なので今回はホワイトのプラ板メインで作っていきますね。さて次はパッケージの説明です。顔料系、染料系のインクどちらでも印刷可能。熱をかける前に印刷面を触ると滲んだり、印刷したイラストや写真が剥がれる場合があります。印刷したらインクの部分に触らないの大事ですね。印刷する面は触ってザラザラしてる方が印刷面。これは触ってみるとすぐわかりますね。サラサラとツルツル。光の反射でもわかりやすいかも。印刷したらプラ板をハサミでカットします。
金具を通したかったら穴開けパンチなどで穴を開けると良さそう。アルミホイルをシワシワにして裏返し、その上にプラバンを乗せてオーブンに入れます。プラバンは大きく反り返りながら縮み始めて、縮み終わるとまっすぐになります。プラバンは今回失敗作もあったので、この少し後に失敗の原因など共有しますね。縮んだらプラバンをやけどに注意しながらお箸などで取り出し、冷めないうちに平らなもので軽く押さえるといいとのこと。裏面の説明書きを共有していきますね。裏面の上手に作るポイントということで読んでいきますね。プリンターの設定は標準、速い、高速、ドラフトなどの設定で薄めに印刷してくださいとのこと。絶対に写真用紙、フォトモードなどの高品質や高画質、綺麗で濃く印刷しないでください。乾燥が遅くなり、収縮後に印刷した絵が濃くなりすぎたり、インクが乾かないことがあります。このあたり、結構重要情報ですね。先にコピー用紙などで試し刷りを行ってください。熱をかけて縮ませると、印刷した色より濃くなります。など注意書きがあります。また、インクジェットプリンター専用なので、他の種類のプリンターやコピー機は使用不可とのこと。プリンターで出力後、印刷面に触れないようにしてください。インクジェットプリンターでも機種によりご利用になれない場合があります。加熱時間の目安は、こんな感じみたいです。電子レンジ、ガスレンジ、負荷、縮み方に多少差が出る場合があります。など、とのことです。ということで早速実演してみますね。まずはプリントします。印刷は高速が良さそうなので、アプリでそれに近いメニューを探してみましたが、ないので標準にします。そして若干薄くプリントした方がいいようなので、画像の透明度を 100% の表示から少し下げて、透明度 80% の画像を別途作成しました。さて、これでプリントします。プリントしたらハサミでカットしていきます。後で丸カン、円状の金具をつけたいので、穴開けパンチで穴も開けます。パンチは裏の蓋を取って上下をこんな風に逆さにしておくと、開ける位置を確認しながら穴を開けることができるので、とってもおすすめです。では次、加熱します。アルミホイルをくしゃくしゃにして、今回はトースターで加熱します。だいたい45秒から80秒ぐらい待つのかな。保温しておいたら結構すぐかも。完成と言いたいとこですが、ここで加熱失敗チップスです。最初私は加熱するとき、オーブンの蓋を開けたままにしていたら、一部にしか熱が回らなかったようで、くにゃくにゃに縮んで失敗しちゃいました。解決法は、事前に2分ぐらいは160度ぐらいで温めておくこと。あとはプラバンをアルミホイルの上に乗せたらすぐに蓋を閉めること。縮むところをじっと見ていたい気持ちはあれど、トースターの蓋を閉めないと悲しい結果になるのでおすすめしません。失敗してしまったのがこちら。3枚分失敗しちゃいました。もったいない。皆さんはこの点お気をつけください。事前に加熱しておくのと、しっかり蓋を閉めておけばあまり失敗はないかと思います。で、改めて加熱したプラバン完成。やったー。しっかり均等にキュッと縮んでくれました。よかった。次はレジンでコーティング。絵柄が擦れて剥がれないように念のためコーティングします。水に濡れた時の検証もこれから共有しますね。コーティングしないとどうなるかの実験もしました。綿棒に水分、ただの水道水ですね、を含ませて、失敗した加熱済みのプラバンをこすっていきます。茶色の部分が色落ちしましたね。雨などで濡れた際、これは色移りするので、レジンやホロシートなどを使ってコーティングした方がいいことがこれで分かりました。今回はレジンを使ってコーティングしてみます。まずはレジンコーティングの前に下準備。シリコンシートを用意して、直接プラバンを置くのではなく、少しプラバンから浮かせたいと思います。練り消しやひっつき虫という商品を丸くこねて間に挟むのがおすすめです。レジンが下に流れない状態になるのでコーティングしやすくなります。このひと手間、とってもおすすめ。
セッティングできたら今回は星の雫というレジン液を使っていきます。レジンを扱うので手袋をしながらコーティング。専用のプラスチックのスティックで全体に行き渡らせます。これは爪楊枝でも代用可能ですね。金具の部分はレジンは薄めにしておきます。色がついてなければあんまりレジン伸ばさなくていいかも。金具をつけたい周辺にレジンが厚めになってしまうと、そこが埋まってしまって金具が通せないということもありまして、そして今回はジェルネイル用の LED ライトがあったので、これで硬化してみます。これはゆっくり加熱するモードがあるので、それでいきます。急激に加熱すると、以前同じように作ったプラ板、反ってしまったんですよね。反り具合はこんな感じ。安めのライトを使った時ですね。今回ゆっくり加熱でそれが防げるかも検証したいと思います。90秒かけてゆっくり硬化していくタイプだと平らなまま完成しますね。今回は反りませんでした。よかった。成功です。そして無事に完成したものがこちらです。丸缶は昔手芸屋さんで買ったもの。直径5ミリサイズぐらいかな。ボールチェーンとキーホルダーパーツはセリアで売っていました。ボールチェーンは8本入り。キーホルダーパーツは4つ入りでした。最近100円ショップのセリア、ハンドメイド系強化してくれててほんとありがたいですね。せっかく仕上がったのでいい感じに撮影してみました。いかがでしょうか？イメージ写真、イメージ動画こんな感じです。さて、今回の動画のまとめです。ミニプリンターでプラ板を作ってみる提案。1、プラ板の説明書を一緒に見てみる。2、印刷のやり方。3、トースターで加熱。4、レジンでコーティング。5、アクセサリーにしてみる。いかがだったでしょうか？これでもっともっとプリンターを使った推し活、オタ活、イラスト活用を楽しんでいただけたらとっても嬉しいです。もしこの動画が良かったよっていう方は、高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。このチャンネルういしきでは、私リコチが推しているコンテンツの動画をアップしています。イラスト制作だったり、シーリングスタンプだったり、ドル活だったり、リコチがやっている SNS まとめはこちらです。何か面白い企画があったら誘ってください。では、またねー。